皆さんこんにちは。南インド古典舞踊家バラタナティアムダンサーのエリタです。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？前の動画からもう3週間経ったのかな。日本からゲストが来て2週間過ごして、でその後子供のクラスメートが手足口病に2人かかったってことで学級閉鎖があって、で1週間学校休みだったんですね。でもうあっという間に3週間経ってしまいましたでもうね、どんどんインドツアーからね、日にちが経ってもう記憶が薄れてるんですけれども、パフォーマンス終わって次の日ね、いろんなところに人に会ってお出かけして、でその次の日はタージマハル行ったんですね、観光ということで。で去年はタージマハルなんかみんな行きたいって言ってて行けなかったみたいなんですね。でなんか今年はアレンジしてくださったみたいでね、ありがたいですね。観光までツアーに組み込んでくださって、で私は2回目だったのかな、タージマハル。1回目はインド留学中に何年だったかもう覚えてないんですけれども、2007年かな、2007年だったと思いますね。2007年か6年かなの時に親がアランゲトラムって言って初舞台、インドの初舞台をやる際に親が遊びに来たのかな、インドに。でタージマハル行きたいって言ってデリーに連れた、デリーからタージマハル行ったり、あとガンジス川上流の方に行ったんですよね。なんだっけヨガの聖地なんだっけ、忘れちゃった、急にど忘れしちゃった。タージマハルはデリーからすごいなんかバスで行ったんですよね。豪華なバスで行ったな、なんかすごい。でヒマラヤの方は電車で行ったかな。でその時はタージマハルの近くのホテルで確か一泊しましたね。で今回は2回目だったんですけれども、なんかね前回とちょっと印象違いましたね。今回はやっぱバスで行って、なんか入り口が違かったのかな、全然なんか客引きみたいな、すごいなんか前はなんかマーケットのところを通って行ったんですね。なのですっごい怖かったんですよ。なんかいろんな人が来て、なんか物売りとかもすごい来て怖かったんですけど、今回は降りたらもうすぐゲートで入って、でゲートからなんかちょっと車に乗って入場するところまでまた違うゲートがあって、そこで行ってで入ったので、なんかお店の前を通らなかったのでそんな怖くなかったですね。ですっごい暑かったんですね。だから日傘持って行って、もうほんとね熱中症になりそうなくらい暑かったので、一番暑い時に行ったんでね、やっぱタージマハルを見に行かれる時はまあ季節によりますけど、もし暑い時期だったらちょっと一泊した方がいいかもしれないですね。それかまあちょっと涼しい時に行くかした方がいいかもしれないですね。でもね、皆さんすごいタージマハルに行きたがるんですけど、私のおすすめは、まあ、基本的にはラジャスタンとかグジャラートですね、インドに行くなら。なぜかっていうと、なんかパレスとか、ね、宮殿とか見れるし、すごい素敵なんですよね。まあでもタージマハル今回行きましたね。
まあありがたいです。観光させてもらって、でもあんまりね行く機会もないと思うので、でなんかねタージマハールねすごいなんか環境汚染、大気汚染か、大気汚染でどんどんなんか黄色くなってるみたいなので、たまに洗ってるみたいなんですけどね。でもなんかといっても美しいですけどね。でやっぱりねタージマハール綺麗に見えるように木とかあんまりそんなにね高い木とか植えてないんで暑いんですよね。木陰ちょっとだけありますけど、タージマハールの、ね、周りとかは日陰があんまりないので、だからお水飲みながら行きましたね。でなんかガイドさんがなんかザキヤマっているじゃないですか、芸人の。なんかザキヤマに似てる感じでなんか親近感を持ってたんですよね。でなんか多分ムスリムなんでしょうね。イスラム教の方だからすごいなんかいろいろ説明できるのかな、ね、ガイドの人ってなんか多分ライセンスとかあんのかなね、観光の免許持ってるのか分かんないですけど、なんかいろいろ説明してくださって、で回って、でもやっぱり美しいですね。なんか何が美しいって細工ですよね。やっぱりそのマーブル石大理石にねいろいろね彫刻したって石が埋まってて、でコーランのねなんかコーランの何の私全然読めないので何が書いてあるか分かんないんですけれども、そのコーランの文字が黒い名前忘れちゃったんですけど、黒曜石だったかな、なんか黒曜石みたいな黒い石を使ってやってるんですよね。書いてあるみたいにデザインしてあるんですよね。だからそのコントラストが美しかったですね。あといろんな色のね石使ってて、でお土産に買ったんですね。でそれと同じ石が使われてるかわかんないですけれども、いろんな石ねいろんなとこからね国から輸入してすごいお金かけてね、で本当はタージマハールの目の前に黒いねコントラストで黒いね黒いタージマハールが立つ予定だったんですけれども、それ立ってたらすごい綺麗だと思いますね。やっぱ黒いのそれ石見たんですけど、すごい全然色あせてなくて黒かったんで、それが立ってたら本当に見たかったですね。でも暑すぎて大変と思う。その黒いの立てたらもうあちちちって感じですよね。白いから日には焼けるけどきっとね触ったりしてもひんやりしてます。ひんやりはしてないか、中はひんやりしてるけど、黒いタージマハールだったらどんだけ暑いんでしょうね。すごい暑いと思いますね。で中は撮影できないんで外だけねこう見て写真撮って、で中のなんていうのかな、モザイクじゃないな、なんか透かし彫りみたいになってるんですよね。でなってたりとか、いろんな石埋め込まれてるのを見たりとかして、ぐるって回って帰ってきて、で帰りにお土産屋さん寄ったんですよね。そのザキヤマに似てるツアーガイドさんすごいいい人だなと思ったんですけど、やっぱ帰りはね多分ねお土産屋さんでコミッションもらってるんでしょうね。なんかねそれ見に行って、でなんかねそうで泊まった方がいいっていうのはなんかあれなんですって。天気が良かったらですよ。月の光でなんか青くなったり、あと夕方サンセットでちょっとオレンジになったりタージマハールの色が変わるんですって。だからそれが美しいんですって。だからそれ
タジマハールのが見えるホテルに泊まって、ね、なんか夜のタジマハール見たりとか、あとね夕焼けのタジマハール見たりとかしたらね、素敵ですよね。でそのホテルもすごいいいホテルだったらなんかちょっと楽しめるかな。暑い時とかね、プールとか入ったりとかしてできたらいいなと思いますね。周り何にもないと思うから、きっとタジマハールの周りはね、いいと思いますね。でそれでお土産屋さんで買ったんですね。もうタジマハール来ることもないかなと思ってね、あんまりもうインド行く時はね、旦那の実家に行ったりダンスしたりするぐらいで、デリーにもあんま来ないのでね、買ったんですね。多分まあちょっと高すぎたかなと思いますけど、もう来ることもないからいいかなと思って、でなんかお土産屋さんに行ったらミニタージマハールみたいなのが飾ってあって、で夜はこんな感じだよみたいな、青いライトを照らして夜はこんな風に見えるよみたいなでね、昼間じゃないな、夕焼けはこんな風に見えるよみたいな感じでミニタージマハールを照らしてね、でなんか説明してくれたのが、お土産買う時に大理石に見えるけどすごい安物はチョークなんですって。でなんかこう書いてね、こすってガラスにこすってこうやって説明してくれたんですね。チョークはどうだ、大理石はどうだみたいな感じで。でね、ちっちゃい、ね、箱みたいな箱のちっちゃくなんかモザイク、ね、してあるやつとか見て、でもすごいね、いいの見つけたんですね。いいの見つけた、まあ自己満足ですけどね、すごいボラれてるかもしれないですけど、すごい可愛いのがあって買ってきたんですね。なんか飾るお皿みたいなやつで、なんかねクジャクの、これすごい見えるかな、クジャクの模様で、なんか羽とかもね綺麗じゃないですか。白い、ね、光ってるのは貝だと思いますね。で青いところはラピスラズリだったかな。で赤いのはサンゴだったかな。なんかすごい細かい模様、もうなんか石が細かいほどなんかすごくね高いんですって。でもなんかこれ可愛いなと思って買いました。もう行くこともないかなと思って。高かったです。すごい高かった。だから値段は内緒にします。でもすごいいい買い物できたなと思います。これ見てね、インドツアーの思い出すかなと思って。皆さんもなんか買ってましたよ、いろいろね。でなんかね、ほらって言っても分かんないよね。なんかちょっと携帯のあれでやるとなんか透けてね見えるの。こうやって見えないかな。ちょっと待って、下からねこうやってやるとすごいなんかね透けて見えるんですけど、ちょっとライトがあると分かんないか。後ろからそうこう透けてこうやって見えますね。この携帯のライトを後ろから今照らしてるんですけど、こうやってね下からライトやってすごい綺麗なの。石とかも見えるかな。この石とかもね後ろからこうやってちょっと透けて見えるんですね。白いところは透けるけど青いところは透けないな。でもオレンジのところは、サンゴのところはちょっと透けるかな。これもすごい綺麗だなと思いましたね。いいの買えたと思います自己満足ですけどね。で思い出でこれを買って帰ったんですね。で他にもその日はそれで終わりだったんですけど、他の日もいろいろローカルマーケットの市場に行ったりとか、あと高級マーケットにも行ったんですね。
でローカルマーケットで何かを買ったっていうと、まず、服を買いました。可愛い服買いましたよ。これトップすごい安かった。250ルピーだったかな。150ルピーって円で言うとないかなね。今円安だから。でもすごいやっぱローカルマーケットの安いのはやっぱりねちょっと雑ですけどね。なんかねこことか結構ね切りっぱなしだし、でも模様が可愛いですよね。でなんか夏はなんかねインドに住んでたらもう全然こんなんでいいと思いますね。あとなんかすごい生地が薄いから夏は涼しそうで、なんかこの柄が可愛いなと思って買いました。で同じお店でもうこれ何回か着たんで、これも可愛いですよね。このインド柄がね可愛いなと思って、トップでこれでなんか下にジーンズとか履いて、これ可愛いなと思って、長袖ね。なんか最近結構すごい腕が日焼けるんで、台湾もね暑いから長袖でなんかちょっと涼しい、この風が通りやすそうな感じを買いました。でそのローカルマーケットでまあみんな現金で買うんですけど、なんかカード使えるようなちょっとだけ高そうなお店があったんですね。でそれでダンスに使えそうなバングル、腕輪を買いました。すごいこれ気に入って可愛くないですか？ちょっと見えないかな、ちょっと顔が入ってると見えないかな。すごい。でねチェン内で買ったら2000ルピーぐらいだったんですね。だけどデリーで買ったら安かったの。いくらだったっけ半額までいかなかったんですけど、なんかこれ金じゃないですよ。これは素材はなんか5 metals みたいな感じで5種類の金属が混じってて色が変わんないやつ、結構いいクオリティ、まあ金じゃないけどいいクオリティのだと思います。テンプルジュエリーみたいな感じじゃないけど、テンプルジュエリーはシルバーにゴールドが貼ってあるやつなんですね。でダンサーが使うやつなんですけど、じゃないけどいいやつですねこれ。で可愛いのがなんかインドのジュエリー大好きなんですね私。でこれ可愛いっていうか面白いっていうかインドっぽいのが、このスクリューを回して留めるんですね。こうやってこれってなんかインドっぽくないですか？でこの中がこうギザギザになってる、中は空洞になってる。でこれダンスに使おうと思いますね。ちょっと重たいけどなんかちょっと豪華な感じで好き。バラトナティアムは結構なんかバングル何本も重ねるやつ、もうシャンシャンシャンってこう踊るたびに音が鳴って可愛いんですけど、私この1個が好きなんですね。1個でなんか重厚感があるみたいな感じするじゃないですか。なんか昔のなんかインド舞踊のイメージってもう始める前から昔のなんかこの宮廷で踊るイメージなんですね。なのでなんかそういうなんか出囃子が持ってそうな感じなのでいいなと思いました。なんか同じようなチェン内で買ったんですけど、これもデザインが素敵で買いました。安く買えてよかった。でそれと他に、ね、あんまりねそんなにすっごいお買い物できなかったんですけど、時間もないし、でこれはローカルマーケット買いました、ね、市場で。でそれと他にインドの駐在さんとかが行く高級マーケットがあるんですね。高級市場って言わないか、なんか普通にねこういう私がこれを買ったお店とかはなんか普通にそう露店みたいな感じなんですけど、高級
マーケット、カーンマーケットっていうところに行ったんですね。みんな前田さんとか、あとなんかインドにね住んでオディシーを教えていらっしゃる香織さんとかに聞いて、そしたらなんかおすすめ教えてもらったんですけど、なんか行けなくって時間なくて、でカーンマーケットもおすすめしてもらってカーンマーケット行ってきたんですね。でカーンマーケットはすごいデザイナーブランドみたいのがいっぱいあるんですね。でなんか一緒のねツアー行ったお友達と行ったら、みんな学生じゃないけど、学生を終えてなんか、学生の人もいるし、なんかみんなねヤングスターズなんで、私はちょっと年齢上じゃないですか。で普段着よりもねインドのイベントとかで着たい服とかがあるじゃないですか。だからそういう服が欲しかったんですね。でもなんかデザイナーブランドとかはもう何十万円とかするから買えなかったですね。でもなんか目の保養になるなと思って、でなんだっけ、片区のねキムさんのはコスチュームを自分で縫ったりしてるんですって。だから目の保養になるからいいじゃんとか言って、無理やりついててもらったっていうのかな、行って、でもうちょっとゆっくりしたかったんですけど、もうみんななんか高すぎるみたいな感じで買えなかったんですけど、何軒か見れて、でもその時はなんかもうちょっとねカメラを向けるのもなんかちょっと申し訳ない気が引けて撮れなかったんですけれども、何軒か行ったんですね。なんかウェディングドレスの用のサリーみたいな感じのすごい素敵なのがいっぱいあって、もうすごい写真撮ればよかったです。聞いて素敵だった。でそこのカーンマーケットでいろいろ見て、でもやっぱり私もねそんなに買えないなと思って見てて、でそうでオンラインで前に買った服があったんですね。ジャイポールっていうアメリカにある会社かと思ったらデリーにもあって、多分アメリカでオンラインで売ってて、もう本社っていうかねインドから輸出してるのかな、インドでスティッチしてね。でそこがあって、日本の駐在の奥様みたいなマダムがいっぱいいましたね。羨ましいね、羨ましかったですね。なんかデリーすごい買い物楽しくって、もっと言いたかったですね。今度デリーから行きたい。チェーン内に行く時デリーでいろいろ買い物してから行きたいですね。もうなんかお金貯めていっぱいお買い物したい、デリーで。羨ましいです。で、すごい素敵なものがいっぱいあったんですけど、やっぱりね他のね方いらっしゃるから気になって、撮影もできなかったし、ね、お友達もねちょっと、ここ高くて買えないとか感じだったから行けなくて、あとなんか服もあったし、あとなんか包装紙とかノートとかすごいなんか可愛いプリントのもいっぱいありました。なんかねこういうプリントの紙とかもすごい可愛いですよね。なんか包装紙とかもボックスとか、紙のボックスとか、あとなんかカードとかすごいいっぱいあって欲しかったです。もうでもね行きも帰りももうなんか飛行機の荷物がもうギリギリだったんですよね。だからもう買い物できないと思って、あんまりしたらね重量オーバーになるじゃないですか。だからねできなかったですね、買えなかった、あんまり。でなんだっけ、ガオリさんが着てたね、クルタっていうのかな、ドレスすごい素敵だったので、ああいうの買いたかったんですね。ガオリさん見て、これ欲しいと思って、で探したらあって、ラクナウのなんだっけ、チカンカリっていうのかな、チカンカリデザインっていうのかな、これ買いました。これはちょっとね好きなんで、なんか中に着てないとあれなんですけど、これ刺繍がしてあって、すごいね、ちょっと見えるかな、白だから見えない。見えた。刺繍がしてあってすごく可愛いんですよね。でこれはすごい長いの、スカートもドレスも膝
足首ぐらいまであってすごい長いんですね。で袖とかもほらすごい涼しそう、スケスケでこれはなんか多分下になんか下着着ないとダメなんですけど、これもすごい素敵で、でもこれはすごい高かったんですよ。いくらだったかな、5000ルピーぐらいしたかもしれない。もうすぐ忘れちゃうんですよね、買って満足して値段を。でもすごいね、これは大切に着ます。でもね、薄いからね、すぐ引っ掛けて破れたりするので気をつけたいですね。でももうちょっと短くてもよかったかも。なんかやっぱり長いとね、優雅なんですけどね、あんまりせこせこしてる、ね、一般庶民にはちょっとね、短い方がいいですよね。これすごい素敵、この刺繍とかも。時間狩り大好き。酪農に行って酪農に行って買いたいですね。で酪農に行ったらこういうの安いって聞いたんですね、そのお店に。そしたら一緒だよって言われました。なんだ、でも絶対デリーの方が高いですよね、都会だから。そう思いませんかね。刺繍大好きだからね、またあそこにも行きたいな、グジャラートにも。あとバングラデシュも刺繍が有名だから、バングラデシュにも行ってみたいですね。いいな、刺繍大好きで。これ買ったんですね。かわいいと思ってこれを買いました。みんななんか高いとか言ってすごい言って、でも私はもうこれ絶対欲しいと思って買ったんですね。なんでね、アメリカに住んでる方とかもいるのに高いとか言ってね、アメリカで買ったらもっと高いですよ。もう台湾でもね高いですよ。台湾は服が高い、日本より高いです。輸入だからね、ほとんど。でそのカーマーケットでお店で買えなかったんですね。やっぱりちょっと高いなと思って。でお店の外にちょうどなんか露店みたいのがあって、そしたらちょっと安かったんですね。だからこれ買いました。これもなんか下まである長いやつで、こういうのがやっぱなんか着やすいかなと思って。なんかチェンマイだとなんかクルタばっかりなんですよね。いいんだけど、なんかクルタよりこっちの方が可愛くないですか？なんかチェンマイに飽きたからかなそんなこと言ったらダメだ。でもなんかクルタはまあこっちもね結局ねスパッツとか履いてるんですけどね、こっちの方がなんか可愛い感じがする。今の私の流行りかな、わかんない。でもなんかこういうのが可愛いですよね。でもなんかインドスリルかなとか言ってみんなに言ったら、インド舞踊ダンサーなんだから別にいいじゃんって言われて、あんまあそうだなと思って買ったんですね。でもちょっと浮いてるかしら、台湾で。なんか台湾とか日本でも着れるインド服っていうのをねテーマにいつも買ってるんですよね。まあでも台湾もあんまり人のこと気にしないから何着てるとかいいんですけどね。でなんかちょっとだけプリントなんですけど、ちょっとだけなんかこうスパンコールっていうのかな、なんか刺繍がしてあって可愛いですね。こういうお花のねパターン可愛いですよね。なんか年取れば取るほどなんか明るい色とか着たくならないですか？まあ黒、まあ今黒着ますけど、なんかね明るい色を着たいですよね。なんか明るい色を着た陽気なおばちゃんになりたいなと思ってるんですね、私年取ったら。まあ今も年取ってますけど。でこれはねセットなんですけど、なんかね下にこういうのがパンツがついてて、でもこれはちょっとパジャマになるかもしれないですね、お家の。でもお家のパジャマにしても可愛い。それからなんかリゾートとか行った時に上に白いの着てこの下に着るとかで、ドゥパタって言ってこういうねセットがついてて、でもあまりドゥパタ着ないんですよね。なんか邪魔くさいっていうか、私こうやって着る、インドの人着てますよね、こうやって、でちょっとねこうやって汗拭いたりとか、本当はいけないけど手拭いたりとかね、便利ですけどね。でもこれとかなんかバイクとか乗るとこうやって絡まって危なかったりするんで、もうなんかカーテンにできそうなほど大きいね。
でもカーテンにしちゃ足りないけど、なんかテーブルクロスにしたいぐらい可愛いね。こんなのもセットでついてました。これで1600ルピーとかだったかな。でも倍ぐらいしたんですよ、カンマーケットで買うこういうセットのやつだから、これすごいお得に買えたなと思いましたね。という感じで、それくらいかな買ったの。あとはなんかお土産にちょっとピアスとかちっちゃいのを買いました。でもそれはもうあげちゃった。でマギーヌードルって言ってね、美味しいインドの美味しいインスタントラーメンみたいのがあるんだけど、それももう買えなかったですね。あとなんだっけ、パルレジも買いたかったんですけど、子供のね誕生日が近かったので、それ買ってみんなにあげようかなと思ったんですけど、もうそんなね荷物の重量がもうすぐいっぱいだったので、もうそれは買えませんでしたね。またインドに行ったら買おうと思いますっていう感じで、お買い物はそんな感じ。あ、それで最後にそうで、ローカルマーケットの夜のマーケット行った時にこれを買いました、子供になんかね、昔デリーで買った時はなんかもうちょっと違ったんですよね。なんか人間なかったの。でも人間入ってんの、今回人間入ってたし、なんかここ見てください、グリーンインディアとか言って、なんかちょっとエコなのかな今ね。あれガソリンじゃないのかな、オートって今ね。ちょっとなんだっけ、電気とあれガソリンとどっちもできるようになってんのかな。 CNG って書いてある。 CNG ってなんだっけ、なんかそういうのあるんでしたっけ、電車車のあれでね。で前買ってきた時はすごい大切に取ってたんですけど、子供が壊しちゃったんですね。だから子供用に2つ買ったんですけど、でももうすぐすでに飽きちゃったから、私用になるかな私が大切に飾ってこうかなと思います。でもなんかね、開けてすぐに壊れちゃったの、これ。こうやって後ろになんかチョロ Q、昔チョロ Q とかあったじゃないですか、こうやって走るやつ。それがすぐ壊れちゃって、さすがインドですよね。なので私が大切に取っとこうかなと思いますっていう感じで、それぐらいかな。あとなんか一緒にいたロシアの方、なんだっけ、名前しちゃった。ロシアの方は香水とかも買ってましたね。香水って買うんだと思って、なんか香水なんか買わせてもらったけど、すごいいい香りでした。なんか香水も買ってみたいですね。デリーに行ったら色買ってみたい。あとなんかね、カシミールのショールとかも買ってましたね。やっぱ高いものはねすごい綺麗ですね。なんかインドっていいところが、すごい安いものからすごい高いものまであるんですね。それはクオリティがまあ悪いというか、品質が悪いものから品質がすごいいいものまであるんですよね。それがいいですよね。なんか選べる。もうこれはなんかそんなにもう使い捨てだったらそんなにいい品質必要ないなと思ったら、普通に安いのね買えばいいし、普段着とかね。でこれはすごい特別な時に着たいとかやったらね、いいものを買えるじゃないですか。でもやっぱね、品質がいいものは高いですよ、ね、インドってみんな安いと思ってるじゃないですか。でもね、いいものはやっぱりね高いんですよ。でもすごい美しいですよね。なんかだからね、またね、もうサリーとかは着ないからあれですけど、なんかもう見るだけでね癒されましたね。なんかもしかしたら産後一番のいい旅行だったかもしれないですねと思いました。なんかでもまたデリー行きたいですね。高級マーケットにもう一回、カーンマーケットとあともう一個行きたいですね。おすすめしてもらったところ、なんだっけ、名前忘れちゃった。なんかデリーって面白いですよね。なんかちっちゃいマーケットがこ
こうやっていろんなところにあって、なんかチェンナイと違いますね。チェンナイはなんかもう大きいデパートメントストアみたいなのがバーンってあって、そこでもうバーって上から下までもう1階から5階まであって、そこからもうサリーに溢れ返ってるみたいなのを見るみたいな感じなんですよね。でも私それすごい苦手なんですよね。なんかいっぱいありすぎるともう何が何だか分かんなくなっちゃうじゃないですか。で昔はねマチコ・ラクシュミ先生、私の日本のねインド病の先生に連れてってもらった時は先生、マチコ先生すごいねセンスがいいので、なんかねセレクトショップみたいなのよく知ってるんですね。でそこのセレクトショップは高いんだけどいいものばっかり置いてあるの、素敵なものばっかりで、そういうところでお買い物してて、そういうのがいいですよね。なんかそれをなんかそれがデリーって感じでした。なんかいいものがいっぱい置いてあるお店が、なんかいろんなお店が、小さいお店がいっぱいあって、もうなんか目の保養みたいな感じですごい素敵でしたね。チェン内のそのポティとかはもうなんかもういっぱいありすぎて自分で見つけなきゃいけないじゃないですか。だからもうなんか疲れちゃうんですよね、デパートみたいな感じだからね。まあ掘り出し物をこうなんかねセールみたいなのが好きな人はまあバーって行って探すのいいかもしれないですね。でもなんかこういうのもなんかあれなんだっけ、ファビンディアとか、あとね有名なドレス屋さん、インドのファビンディアとか、あとなんだっけ、アノキとかもう結構、このあんまりないですよねこれね。なんだっけ、なんて言うんだっけこういうの、何デザインって言うんだったかな、忘れちゃった。これドレスみたいに一体になってて、ここ脇がね割れてないやつ、この線が入ってないやつ、なんて言うんだっけ、これあんまり売ってないですよね、ファピンディアでもアノキでも。こういうのチェン内でいっぱい売ってればいいのになって言ったら、そのチェン内出身のねオディシーダンサーの方がチェン内でもあるよとか言ってたんで、私の情報がアップデートされてないのかもしれないですね。もうなんか買い物どころじゃないんでね、なんか本当良かったですね、子供なしで旅できたのが。でも本当大変でしたけどね、もう帰ったらでもね、帰ったらね、なんかやっぱりねすごいなんか張り切ってたみたいで、なんかね帰ったらすぐ熱出したりとかして、やっぱり子供ってなんかお母さんが、まあお母さんだけじゃないですけどね、なんか親がいない時はやっぱ頑張ってるのかもしれないですよね。というわけで買い物そんな感じでね楽しみました。もっとね買い物動画とかねあげれたらいいですね。ということでツアーはそんな感じで、その次の日もう帰っちゃったんですね。ということですごく楽しいツアーになりました。パフォーマンスしてお買い物して観光もして、まあ参加できてよかったと思いますね。本当大変でしたけど、なんかドタバタすぎて。で最後にレビューをね送ってくれって言われたんで、メールにもうすごいリストにして書きましたね。まずねチケットどっちが発行するのか、ね、第三国に住んでるダンサーとかねアーティストはどういう風にするのかちゃんとクリアにしてほしいとか、あと何書いたかな、あとねパフォーマンスとかのねミュージックコンサートとパフォーマンス分けてねちゃんとやってほしいとかね、ちゃんとどっちの時間も取ってほしいとかね、そういうのも書いたし、ね、いろいろで、私結構言葉がきついのでねチャット GPT にチャット GPT だけ GTP だけね文章をね優しく直してもらいました。
ね、なんかダイレクトに言い過ぎるのでいつも。それでリスト化してちゃんとした言葉にしてオフィシャルレターにして送りましたね。で今年日本に帰るので、その時にインド大使館にご挨拶行きたいですね。お世話になりましたって一応直接ね会ってね、お世話になりましたって言いたいですねっていうところかなね。今日しかもうビデオ撮れないので、あともう夏休みにすぐ入っちゃうので、もう今日しかビデオ撮る日ないと思って今やっと撮りました、ね。なんか言い忘れたことあったかな。ないと思いますね。でも本当いろいろ大満足の、ね、いろいろあったけど大満足の旅でしたね。でもやっぱりなんか一番良かったのは、なんかいろんなダンサーとお話できたりとか、ミュージシャンとかいろんなね他の国に住んでる人と知り合えたことかなねと思いますね。でもインドねにいるダンサーの香織さんとかね会えなかったのもうギリで連絡したんで、もう会えないですよね、普通みんな忙しいから。会えなかったのは残念だったんですけど、でもなんかね本当にインド関係のインド関係のミュージシャンとかダンサーとかもっとお話ししたいですね。いろいろお話ししてみたいな。なかなかね、特に北インド関係のミュージシャンの方とか、ダンサーはね会うことまあありますけどね、でも私台湾に住んでるのでなかなかね会う機会もないのでね、まあできたらなんかズームでインタビューとかしたいですよね。できたらいいな。先輩とかもお友達だけじゃなくて、それが私のまた新たな夢ですね。できたらいいなと思います。ということでまた長々とね、すいません話が長くなって。ということでありがとうございました。ぜひね ICCR のこのコンペティションパラティバサンカムになんか質問があったらぜひメールくださいね。メールとかコメントとかなんかください。もうね言い尽くしたと思いますけど、言えることはね。あとカラクシェトラに留学したいとか、もうなんかいろいろね、最近もカラクシェトラもいろいろあってね、行く人もね、コロナの時代とかもすごい大変でね、もう円安だし留学したいっていう方ね少なくなってきてると思いますけれどもね、これからインドがね盛り上がるって言われてますから、なんかまあ舞踊関係だけじゃなくてもなんかね1年間だけ留学したりとか楽しいかもしれないですよね。海外に行くのはいいことだと思いますね。なんか違う体験するみたいな感じ、といいと思います。あとなんか他にもいろいろ聞きたいことがあったらお気軽に連絡くださいね。あと他にもなんか私ね、なんだっけ Third Culture Kids ね、第三国で住んでることとか子供のこととかね、機会があったらお話できたらと思います。それでは皆さんね、季節の変わり目なのでね、どうぞ体にお気をつけください。じゃあありがとうございました。